面白かったでしょう。頸椎の一番。要するにいつでも頸椎の一番でこうして喜んでたらいい。逆に言いますね。喜ぶことが人生です。それだったら積極的に頸椎の一番を喜ばせましょうよと、こういうことになりますね。はい。今頸椎の一番の話でね、なんかうまくいかなかったけれどもという話をしましたね。でその中に私申し上げてあります。もう一遍いきますね。私が長年の治療、45年治療をやってて、皆さんの脊柱を調整するのに、背骨ですね、これ背骨調整するのとっても大事なんですね。これも理屈を抜きにしていきますと、あっさり言うと、頸椎は1番2番3番4番、いいですね。胸椎は2番3番4番5番、それで腰椎は345、要するに上から一つ一つ取ればいい。で1234と言いましたけれど、1取って2番は2345で、また上取って345というのが腰椎ですよと、こういうことですね。仙骨尾椎ってまたあるんですけど、皆さん覚えるの大変でしょうから、10波一からげで一向に結構です。そうするとね、ケイシーのリーディング集っていうのが世の中いっぱい出てるんです。素晴らしいこと書いてありますね。で皆さんがまたちょっと待ってよっていうの、例えばケイシーが大事なところって言って、胸椎の9番、福田先生胸椎の9番言わなかったねとこう言う人がいるかもしれない。まだ誰もいないけどね、かもしれない。これには9番って書いてあるからね、大事なところです。チャクラという大事なところなんですけどね、私言ってないけれども、いいですね。私の今の動き方すると、頸椎の9番ちゃんと仕事してくれるんですよね。でこのエドワー・ケイシー団中というツボ言いましたね。これとも何も言ってないじゃない。でもいつでもこのようにして喜ぶ。これで頸椎の要するに1番をね、このように動かすと嫌だって頸椎の9番と、団中と動いてくれるということですよ。こういうことがいっぱいあるんですね。それでそのうちのもう一つ、祝福というのをいきますね。私いつもカードにもなってますよ。祝福の話してますけど、これね、皆さんなかなか通じないの。また行きますよ。先ほど申し上げましたね。私はこの祝福、ここで祝福します。人間ってね、まあ自分って素晴らしい存在ってここなんですね。ですから嫌な人を祝福することができませんっていう、お母さんいつも言ってますね。お母さんってあったかいよって言って、あったかさを感じることによって、私世界中の人だけじゃない、猫ちゃんのワンちゃんまで世界中の治すことができる。また治すという言葉をうっかり使いましたね。調律することができる。もう本当今朝もでそれなりに難しい患者さんがお見えになりましたね。目が見えなくなってきたというんですね。その方、治療する時、また治療と言いましたけど、調律するの簡単ですね。私がお母さんを呼べばいいんですよ。私たちはその人を含めて全く同じ一人のお母さんから生まれてます。お母さんっていうのはね、慈しみ、慈しみっていうのはね、あったかいねなんですね。でここのところこうあったかいねと感じるのがとてもよく効果的ですね。お母さんって呼ぶとこうあったかいねですね。それで今も皆さん目的をはっきりさせて、もう一遍ここのところ、このところもう一遍見て、自分のコリぐらいだったらもう取れてます。いいですね。それで何度も申し上げますけど、ヒマシンシップってあったかいななんです。ですから私はここにいながらもう即座に世界中の人のヒマシンシップしてご覧に入れることができる。実際そうして直してるんですけどね。というようなことですね。で祝福の話をさせていただくと、それがしたいんですね。したい。皆さんね、祝福を感じましょうよというのはここで感じるんです。いいですね。何度も言ってますね。ここで感じるといった時によく言われるの、
例えばお母さんにしますとね、私のお母さん、とんでもないお母さん、世の中いっぱいいます、とんでもないお母さんね。関係なしなんですけどね、とんでもないお母さんに育てられた子供たちいっぱいいますね。でそういった時もそうですね、お母さんって実は一人しかいない。知恵と慈しみの、特に慈しみのところを強調しますけど、生き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 した私たちみんなの、誰一人残さない、みんなのこれからの体験をね作る働きですよ。すごいよね。お母さんってそういう働き、あったかいなです。あったかいな。これが祝福かな。で、その今の話、嫌なお母さんがいる。面白いじゃない。自分が嫌なお母さんがいるけど、その方を目的にして祝福できるなんて素晴らしい存在じゃない。私は実際はカメラがなかったら飛び上がるんです。ぴょんぴょんぴょんとね、飛び上がるほど嬉しいねと、こういうことですね。で、なかなか伝わらないのはここ。嫌なお母さんは私も祝福できません。いいですね。なんていやらしいお母さんだね。私はそういうお母さんに育てられたんだ。私ここで喜ぶんだけどね。お母さんを祝福できないんですよ。ただ言えるのは、お母さんを目的にして、あるいはお母さんを命、意識、慈しみに預けて、あるいはお母さんを宇宙の波動、光に全部預けて、いいですね。そして自分を祝福するのが祝福です。もう一言言いますね。祝福を全身で感じるのが祝福です。覚えててください。やってください。人生が変わります。祝福の人生、光り輝く人生を体験します。繰り返しますよ。祝福ね、嫌な人がいたら私でも祝福できません。嫌だなと感じるの。で、嫌だと感じてる自分を目的にして、で嫌な人も目的にすればいいんです。目的はいっぱいあっていいの。これから生まれてくる大勢の人たちを目的にしてもいいし、過去に生まれてきた大勢の人たちを目的にしても、今も生きてる大勢の人たち、目的いっぱいあって一向に顔を奪わない。ただ祝福はなんて素晴らしいことが今しかないので、たった今起きてるね、嬉しいね。本当は飛び上がるんですけどね、画面から消えてなくなっちゃうから飛び上がらないんですけど、これが祝福です。朝起きたらやればいい。嫌な人あったらやればいい。いい人に会ったらやればいい。それで自分の身の回りの人みんな祝福全部いっぱいをたくさんいっぱい入れて結構です。目的に発揮したら、調律点にしたら自分が感動するんです。祝福、感謝、感動って言いますね。私は3つ言いますね。リズムです。リズムに乗って祝福、感謝、感動、安心、安全、元気いっぱい、喜びいっぱい溢れ出ていると、こんな感じですからね。これ祝福です。ありがとう。